今日はですね、日本最古の街道と言われる竹之内街道を、その歴史をたどりながら歩きたいと思います。街道っていうのは漢の道、今でいう国道、朝廷が命じて整備した道だと言われてます。で、後ろに見えているのが堺急行といって、堺の昔の港、中世の頃貿易で栄えたところで、堺といえば商人の町でした。今歩いてるまっすぐな道、大正寺道って言います。ここが大事なんです。微妙にあっちの方が低くない？実は大昔の海はここまで来てたの。だいたい中世の頃、鎌倉室町の海岸線はこの辺。なので今日の実質的なスタートはここ。大昔はこの通りが摂津と泉の境界でした。もうちょこっと行ったところに河内の国との境界もあるので、3つの国全部の境界が堺で、ここの地名は境目の堺で、もう一個面白いのが摂津と泉と河内、全部水に関係ある名前。摂津の津は港のこと。大昔から海使ったいろんな他の国との交易とかやり取りとかがすごい盛んな場所で、例えば早くから鉄砲が入ってきたので、織田信長が大量の鉄砲を買い付けに来たのも有名で、その後豊臣秀吉が整備して堺を商人の町として発展させました。この辺の道ってまっすぐじゃないですか。これは秀吉が5番目に町を作ったんです。こここのゆるくカーブしてる感じよくありません？もう古い道の特徴。ほら、古い道ならではの。お地蔵さんってみんな江戸時代とかにものじゃないですか。で、これが大昔からの分かれ道です。で、これどっちが竹之内街道ですよ。なんか書いてありますね。めっちゃ書いてありますね。これ右に行くと世界最大の古墳と言われている仁徳天皇陵が、仁徳天皇陵がなぜここにあるかっていうと、海から見えるところ、だからちょっと高いところなんです。ここさっきの堺の大正寺より。古墳はだいたい周りの人に権力を見せる。そうすると海からでっかいのが見えると、あそこはすごい人が治めてるんだって。なんか仁徳天皇陵は特にやっぱり堺からのあの辺の海からよく見えるところに作ったって言われてます。何かありますよ。おそらく竹之内街道から分かれる参道だったんだと思います。
一見突き当たってますが、ここ実は交差点が十字じゃなくてちょっとずれてるクランクになってます。今の道と昔の道を比べると、昔はここが今カクンってなってるけど斜めになってて、もともと竹野内街道まっすぐだったところに神社作って、ちょっとそれでこうクランクになったのかな。でこれ南北の道はね、まだ当時ないんですよ。この狭い道が元の道。ここ右見るとまた怪しいスペースありません？この道を新しく作る時にここをクランクの交差点にしてはちょっと車が通るのに不便なので、古い道残しつつ新しい道を作ったので開いた。堺市はね、偉いです。ちゃんと歴史の解説を作ってくれました。歩道サイン。竹野内街道堺から巡ってきて、ここで4キロや。ここは南河内。南河内。なるほど。わしが41の時に町会長した時にな、水洗便所をするのに食いますや。そっか、下水管を下に通したんですね。下水管も真ん中通すのね。道幅は一緒や。これ目地がないわけよ。目地、目地を入れたよ。宮さんのとこからこっち側。今行ってきました。金岡神社。神社やな。おじいちゃんここへ住んでからな、50代。わしで52代や。白木の国から来たよ。竹野内街道を歩いてきました。今まで古墳群がいっぱいあると話したじゃないですか。あれはなんだめっちゃ古墳っぽいよね。ですか？古い市っていうのはこの辺の地名、古くからの市場、こっちから見たら十分古いのにもっと古いんかいみたいな。上昇上昇上昇、左回転。丸いですね。カクッとしてる。この辺りはですね、太子町と言います。太子は聖徳太子の太子。なぜなら聖徳太子のお墓があるから。昔から人が住んでる町って感じが、多分これこそが竹野内街道みたいな。謎発見。さっきから屋根の上にこのマーク、これがある家多いなと思ってたんですよ。ここもだ、この蔵、古い家全部ありますね。ここもこちらに入った時に、古い建物に共通するなんか意匠が気になりだしちゃいまして、大和棟っていう建物の作り、ホチキスの針が並んでるみたいな。それはね、壁と屋根の継ぎ目みたいなところがそのなんかこうなってるところだと思うんですけど、
雨漏りとかそういうことを止めるとかいう意識かもしれませんけど、見た目綺麗ですしね、やってると思いますね。ほとんどもうないですけどね、大和宗、ここも。そこに1個大きいのが文化遺産で山本亭いうのがありますけど、あれが忠実ですね。太子町からはですね、山道になってこれをずっと登っていくと竹之内峠を越え奈良県に入ります。流通だけでなくて信仰の道でもあり、多くの人が行き来してきた道で、おそらくこの後も続いていくだろうという、そんな道です。